皆様こんにちは。ゴンナやおむすびゴンのゆいでございます。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。さて突然始まりましたこの本のコーナーなんですが、日頃に私が読んで特に印象に残った文章であるとか言葉、主に舞踊に関するものや日本文化のものが多いんですけども、そういったものを皆様にシェアできたらいいなと思いまして始めてみることにしました。よろしければどうぞご覧ください。今日ご紹介しますのはこのときめく美です。はい、この本はですね、大体30年ぐらい前に書かれた本なんですけども、昔まだ若い頃にとっても素敵なダンディーなおじさまがずっと応援してくださってたんですね。で、残念ながらその方もお亡くなりになったんですけども、その方がくださった本なので、中身はもちろんですけども、私にとっては宝物のような本です。はい、でこの本の最後の方に玉三郎さんのインタビューが載っていまして、きっとその方もね、そこを読んだらいいよと思って私にくださったんやと思うんです。で、ちょっとそこからね、何箇所かご紹介したいと思います。まずね、インタビュアーさんがよく芸品と言われますが、修行によって身につくものですかと玉三郎さんにお尋ねになります。そうすると玉三郎さんは先輩方から言われたことをおっしゃるんですけども、芸に品がなくなったらダメだ、品を大事にしなさい、後者にやることだけ考えちゃいけませんよとずっと言われましたということで、字にもにじみがある、にじみの部分を大事にしなさい、それから芸の大きさ、豊かさ、声は出ます、格好はできます、そういうのじゃないようにしなさいというふうに言われましたっていうふうにおっしゃっています。心を大切にということなんですかねとインタビュアーさんが結ばれていますけども、そういうことですね。それと次にですね、風情について書かれたところがあるんですけども、舞台に無言で立っているだけでも観客に訴えかけてくるような風情、それは生まれついてのものですか、それとも努力や工夫によって出せるものですかっていうふうにインタビュアーさんがお聞きになりますと、玉三郎さんは風情を出すのは難しいと思いますとおっしゃいました。難しいことですね。昔の方たちはそれぞれすごく風情があるっていうふうにおっしゃっているんですけども、やはりそれは心の持ちようだと思います。顔の形、歩き方、着物の着方、飲み方といったようないろいろな形がありますね。それが気持ちと一緒になることが大事でしょうねとおっしゃっていますね。形と気持ちが合うと風情が出てくるのでしょうということです。そしてそれはある種の情愛と関係があるようですということですね。それは人間に対してなのか、作品に対してなのか、あるいは別の何かに対する情なのか、風情を出すにはそうした技術がいるんですねということです。なかなかね、風情を出すのって憧れますけどね、難しいことですけども、そういった心の持ちようであるっていうことですね。そしてね、最後にね、ここが私一番心に残っている箇所なんですけども、インタビュアーさんが、玉三郎さんが主催している演劇塾、東京コンセルバトリーの若い女優さんが、塾長先生は演技については細かいことをおっしゃらない、ただ季節の移り変わりに敏感になりなさいとおっしゃいますというふうにおっしゃるんですね。そうすると玉三郎さんは、そうなんです、僕はそう心がけていますということで、
節を感じやすいということは、宇宙や神との巡り合わせにも敏感なんでしょうね。そう考えると、人間の心情、物語、出来事といったことと切り離して考えられなくなります。よく何かが乗り移って喋る人がいるって言いますね。言語中枢は左脳だから、左で喋っているうちに右脳に入り込んでくると言いますでしょ。芝居も音楽も絵画も、はっと思いもよらない動きや筆が入ったりするときは、きっと右脳が働いているんでしょうね。四季を感じなさいというのは、それを感じなさいということなんです。四季を感じると、ここに秋草があるなと思ったとき、心が飛べるんです。すごいですね。そしてそういった宇宙や神との巡り合わせっていうことでしたけども、そういった宇宙や神との巡り合わせ、天の声というものはどうしたら聞けるんですかっていうふうにインタビュアーさんがお聞きになりましたら、それは無心になることだと思います。稽古は無心になる練習だと思います。技術を習得することによって技術を使わなくて済むようになる、僕はそう思いますということです。稽古は無心になる練習ということですが、無心になることは難しいでしょうねとインタビュアーさんがおっしゃいますと、無心というと難しいけれど、結局は現実にとらわれないでちゃんとやることだと思いますということです。稽古頑張りましょうね、皆さん。それでですね、どけったかな。それで四季に敏感になるっていうことなんですけども、インタビュアーさんが、玉三郎さんは日本の情緒や自然が好きでも、ゆとりを持って自然や四季を楽しむところまで行きませんね、あまりに忙しすぎてっておっしゃいましたら、それが楽しめるんですよ。例えば車が止まって窓を開けた時、花がパッと散るだけで十分なんですよ。その中に入って満喫できればそれに越したことはありませんが、束の間にふっと感じる印象は強烈ですよ。朝起きて窓を開けた途端、ああ秋風だなって思う。山や川へ行けたらもっと素晴らしい経験を味わうことができるでしょう。でも日常生活の中に忍び込んでくる空気にも捨てがたい味がありますよっていうことですね。最近ね、こんな気象異常も続いておりますし、四季を感じにくい世の中にはなってきましたけども、日々のそういった少しした些細な変化であるとか、そういったことにも気づいて、それを自分なりに感じるっていうことが、その人その人それぞれの舞踊につながっていくんではないかなっていうふうに思いました。今日はこんな本の紹介でした。